にちは、プリンセスモナコです。今日はね、キャベツ焼きしたいと思います。キャベツにね、大根おろしたのを混ぜてね、大根餅にする材料を混ぜてで焼いていきたいと思います。よろしくお願いします。油引きます。油引いてキャベツ入れました。大根の余ったのも一緒に入れたいと思います。このキャベツはね、キャベツ4分の1ぐらい、これくらいの量、4分の1ほどの量を刻みました。大根はね、大根片栗粉大根おろしに今片栗粉混ぜて、キャベツちょっと弱火にしよう。大根今ねおろしたのこれくらいこれくらいおろしましたわ。これくらい4分の1の半分ほどおろしました。大根ね4分の1の半分ほどおろしたのに、これちょっと片栗粉1杯ほど混ぜましたよ。そしてこのキャベツに入れましたよ。それをちょっと焼いていきます。でも美味しいけどね、どうしてこんなに焦げたんでしょう。美味しい。美味しいのに失敗しました。キャベツに大根おろしを混ぜたんですよ。そしたらね、大根餅みたいにもっちりしたキャベツ焼きになるかと思って、ところがすごく焦げましたわ。どうしてでしょう。もちっとする分焦げたんでしょうかね。ちょっとわからないですね。もちっとする分焦げちゃった。でもどんな食感なのか見てみます。大根おろしとキャベツをこんな
なことになっちゃった。よいしょ。キャベツ焼きにね、大根おろしを混ぜてみたんですよ。もちっとしたキャベツ焼きになるかと思って。大根餅の材料でね、味付けは何もしてないんだけど、ちょっと味見してみよう。いただきます。甘いキャベツの甘さ、キャベツの甘さかね。私は食べれます。私は食べれるけどね。私は食べれるけど、こんな焦げたらダメだね。大根餅とキャベツ焼きはやっぱり一緒にしないでバラバラにした方が良かったです。はい、プリンセスモナコです。ありがとうございます。今日も見ていただいて。でも美味しいんですよ。はい、見かけ悪いからダメだね。